で、あれこれクロームっていうのはみんなが知ってるクローム？クローム。金子さん。俺ね、クロームこれは初期すぎるでしょ。ちょっとごめん、初期のクロームしか持ってなかった俺。ザクロームじゃないんだよね。確かに。クロームといえばシートベルトだ。同一ブランドだと思うよ。ここにクロームって書いてあるもん。みんなが知ってるクロームじゃないんだよね。ステベースみたいなんだよな。これいいよね。これあれなんだね。ターポリンじゃないんだよ。ターポリンじゃないけど、これ多分裏地があ、これね、貼ってあるもしかした貼ってあらる。ほら。ちょっとカメラ見せてあげる。これね、おそらくカメラ見せてあげる。これこれいわゆるターポリンじゃなくて布っぽいんだよね。布っぽいんだよでその布の裏にこれねビニールみたいなコーティングがしたんだけど、これ多分ねおそらくね TPU っていうコーティングで、これねターポリンしかなかったんだけど、ターポリンよりもうより防水性が高くて防水性高いで劣化しにくいで、そうで捨てる時もエコみたいな、すごいハイテクじゃないけどすごい生地なんだよ。でもすごい高いんだよねこれ実は。こういう生地ってそれこそオルトリーブとか違うな、オルトリーブはターポリンなんだよな。これターポリンだね。TPU どれ使ってたの？ TPU なんかあるかまあね、あんまピンとこないかもしれないけどね、今の初めこういうて聞きましたね。TPU。なんて言うんだろうな、圧着系のバッグ最近のは大体 TPU っていう素材が使われてるんだけど、コーティングかな、樹脂でね、この中で TPU を使い出したのがパックデザインじゃなくてアンダーザウェザーかな。アンダーザウェザーね。これわかんねえや俺。傘のマークの知らない。傘のマークのやつ。傘のバッグ。どこかにあったんじゃない？嘘。ある？いやないんだけど、これザグスターじゃあ全然また違うの出てくるけど、ザグスターってこういうやつなんですけど、ザグスターどこ？ザグスタないんです。あ、ないんだ。ザグスタどっかに入るんだよ。どっかに入るんだ。特徴このフラップが四角いんですよ。フラップが四角い。アンダーザウェザー確かに変わったかもしれない。四角かった。四角い。フラップ四で角。ザグスターはアンダーザウェザーにめっちゃ影響を受けた。でアンダーザウェザーもこの四角いフラップが特徴で、で女性なんだけどやっぱねデザイナーが。これマックスさん的なこのやっぱ作り手2人からするともこの四角にしてるのはもう本当デザインなんか考えがある。多分やっぱブランドのなんかアイコニックなんで。ああ、なるほどね。メッセンジャーバッグ大体ここがこうなっちゃうんだよもう全部。そうだよね。だからやっぱメッセンジャーカルチャーの中でもさ、こう自分のアイデンティティとかさ、スタイルみたいなの。なるほどね。やっぱフラップに出てくる。そう出すっていう意味でのこの四角だったと思う。なるほどね。そうね。フレートだって袋縫いだもんね。あ、そうフレート袋縫いなんだよね。あれじゃないもんね。トリムが巻かれてるじゃない。ああ、なるほどね。めちゃめちゃ手トリ間かかる。ムつけるの苦手だったから最初袋縫い。あ、カーブをこうやるの。そうやっぱ満点の作品はちょっとトリムになってるんですね。トリムでも絶対一回糸落ちて落ちて縫い直すんだよね。途中からね。なるほどな。クロームの話戻っていい？そうクロームこれ古いやつなんだけど、俺これと全く同じやつの赤を背負ってる人がいるの。でこのキラキラの赤。そうで誰かって言ったら俺が昔働いた古着屋さんの上の人だったのね。でその人が背負ってたやつはシュインのマークが入ってるの、そのクロームの。だってこのキラキラがシュインっぽい。そうだから多分シュインの OEM とかでバッグ作ってたんですよ。ああ、同じところで。そうなるほどね。自転車の？自転車の。そう同じ形なんだよねほぼ。なるほどね。それはねすげえ覚えてて、そしたらクロームといえばでもあれだよね、やっぱりコーデュラナイフ。そうだし、シートベルトバッグガッチャンのバッグだよね。そうだよね。鉄製のね。あれめちゃくちゃ使いやすいんだよね。ね。メイドイン USA のこと。そう。多分俺もね1個持ってて、それが2004年とか5年とか。それぐらいだね。クロームがまだギリギリアメリカ製だったの。今違うんだ。今もどうなの？今はアメリカ製じゃないの？いや、量産系は中国もあるみたいな。あ、それこそね、マンハッタンもやっぱり当時ニューヨーク、あれこっちに戻るけど。ごめん、ちょっとね今のはちょっとわかんない。
わかりましたカットでベイリーの話はしといた方がいいんじゃない？やっぱりそうですさすが自転車だからそうですよベイリーマッはクスさん行ったことあるんでしたっけ？マックスさん行ったことないんでしたっけ？ベイリーは引っ越しする前行ってないですあ行ってんだベイリーは行ってないですあれもともとポートランドボストンベイリーはねどこだったかなすごい今がニューハンプシャーでそうでも確かねニューヨーク多分東だった気がする、東の一周がねだったと思うレビュー書いてたけどすごいIF？あーそうと一緒のゆかりがねなんつういや一つ屋根の下で作ってるんで僕らともすごいゆかりがあるかなっていう感じまあぶっちゃけなんかメッセンジャーバッグって言ったらまあベイリーベイリーみたいなところはあるねあるよね初期のやつはあれなんで鉄バックルなんでねそうなんでもちゃですよんとだから進化してるってことでしかもねあれだターポリンが黄色は昔から変わってねえわそうだねそうでねポケットがすげえ簡単でいいんだよねそうだここにね2個これねそうベリベリでねあとベルクロがねこれなんでもうそっけないでそっけないの確かにそうそうまあこれ必要最低限な感じゃあじだねバックルで止めてくれとタックルで止めてくれだすごい実はベイリーってこんだけしっかりしてんだけどめちゃくちゃリーズナブルなんですよそう安いんですよね安いのよとにかくでそれってそのアメリカの大学生とかがやっぱ買いやすい使よねうそうメッセンジャーバッグをメッセンジャーじゃない人が使ってるのすげえいいっすよねいいよね大学生とかそうそうそういいよねあれかっこいいっすよねそう映画とかでも出てくるもうちゃんとしょわないでねそう肩でね肩掛けでねちょっと冽えない中年のおじさんとかがこう肩掛けでねやってたりとかするじゃん何の映画かって言われたら分かんないけどイメージ確かにであの感じかっこいいっすよね確かにかっこいいですねだからなんかそういう意味ではまたちょっとゾウの話に戻っちゃうけどゾウバッグってこう今でも今現行で作ってるかどうかわかんないけど、昔のやつすごい高値で取引されてたりするし、でかっこいい人たちが結構やっぱ背負ってるじゃないですか。そうですよね。カルチャー色強いね。そうカルチャー系、鏡さんとか。そうね。そう鏡健のさん。マイクね。そうマイクもねやっぱマイクがかっこいいんだよ本当に。マイクのいつもの人。やってあそうでしかもちょっとちっちゃめなんだよね。そうちっちゃいんだよなんか彼がでかいのかバッグちっちゃいのかわからないけどちょっとちっちゃいのそうそれがかっこいいんだよそれがねだからあれなんだっけほら日本来た時ジャパンプレミアマーシュの時あれ新品の像背負ってて新品だったのまだ作ってんだと思っていや作ってもらったって言ってたいややっぱあるんですねこういう感じでローカルではいつかジャグさんのね支度もそうなるかもしれないですよねジャグさんが70とか80になった時にまあ作ってくれるのかなって言ってもう作ってますそうで作ってもらったって新品の支度見えるよねでしょステッチがこうブレてるそしたら俺もレジェンドこれもいらないこれもいらいやいやだからねそれこそバリー・マギーねそうそうアーティストのバリー・マギーあの人もずっと背負ってるそう仲いいんでしょうねきっとね多分西海岸のねグラフィティのライターさんも確かにショップで女の子なんだよ確かへえ川中さんもやったの思い出最近ですもんねマジでそう本当にいいよねあれだよねベルトの部分ねベルトの部分ねそう自分で新しくねもうモケモケだったモケモケだったあ持ってくんだぜ知った俺それそうだわメッセージあるあるこれねそれねこんな感じのねモケモケねそうまあ使い込んでるとこうなっちゃうリロードはねモケモケなりがちだったそうなんだそう僕の知り合いのメッセンジャーもリロードも10年が信志さん信志さんねもうここがもうなんかもうトウモロコシの髪の毛みたいな信志さん白だっけベージュっぽいベージュ赤そうだでもベージュがもう黒みたいになってなってた真っ黒かっこいいんだよ信志さんだから使い込んだメッセンジャーバッグってやっぱかっこいいよねかっこいいですねいやだからピンよりもブルーラグでもそのメッセンジャーの人ここ交換してくださいって来たらよく交換してましたね最近少なくなったけど昔そんなサービスそっかなんで全然持ってきていただければ修理ねリロードってこんな古いんですね
あ一応そうスタートはなんかマークがパッチの丸いパッチだった。あ分かる RE って感じ。あれだよね、リサイクルマークみたいななんかそんな感じ。そうちょっとグラフィティのタグっぽい。リロードはだからでもやっぱここじゃないカスタムのその画期的だった部分。あ、確かにいろんな色とか色じゃねえと柄とかね、刺繍のね選べる。変なバッグなんだっけ、パンダパンダね。これがなんつうかね、このなんか背中で自分を出すっていうのがなんかあるんでしょうね。そう背だ中ね。でその自分を出すっていうのはなんかそのこれシーガルかなんもそのまっさらな新品のメッセンジャーバッグやってるとそのルーキーだと思われちゃうからっていうのでワッペンとか貼ってボコボコにするっていう。これあ、それかあれちっちゃいやつ。ちっちゃいあー埋もれすぎてて、あと背中で個性を出す。背中でそうだね。もともとこうワッペンとかね、こうなんか自分で書いたりね、あとオルトリブここねステッカーバチバチに貼ってみたいなあったけどね。だメーカー側が刺繍カスタムしてくれるっていうのが、まあこれリロードぐらいからかもしれないね。これだってあれでしょ、なんてスイフトのマルティナは出身でしょ。そうリロード出身ですね、実はマルティナリロード西海岸みたいな。あ、そうなんだ、分かれてたんだ。あ、分かる東だからなんかアメリカを真ん中で割って、右側はフィラデルフィアのローランドで、左側はマルティナが塗ってたっていう噂。だから日本に来るやつはもしかしたらマルティナが作ってたんじゃねえか説。なるほどなるほど。で2人とも影響を受けたのはゾーバック。2人ともっていうのはそのリロード始めたの2人なんです。ローランドとあともう一人なんか女性の人ですね。ローランドとエリーかな。これ頭文字なんですよ。RE。そうそう。RELOAD か。だそうだね。R.E. そう名前なんですよ実は。なるほどね。で2人ともやっぱゾウに影響をじゃあもうあれだ、受けてた。受けててティンバックなんかはゾウバックを参考にして作ってってなったらもうあれだ。いやもうだからみんな教祖みたいな。教祖みたいなもん。ルーツ。でもゾウバックって言うよね。俺が最初にメッセンジャーバッグ作ったんだぜっていうもんね、やっぱり。ワンピース構造は俺が考えたっていうのはエリックさんずっと言ってる。合ってるんですもんね。ジャグさんね。2009年の CMWC の時、そうレジスタントの木村さんも昔から知り合いだったから、そう作ってるとこ遊びに来て、トライチ全身トライチでブレッドのカーゴバイクで前に奥さん乗せて現れて、そうあとチリッキリの金髪でさねじり始まりそうジャパニーズカーハードだもんね。いや本当そう。トライちゃんでね。でもやっぱなんか引きつける魅力がやっぱりなんか人を巻き込んでなんかワイワイやるの好きなんだよな。そういうのはそうですね。まあなかなか2000年代に入んないんですよね。やっぱそこが一番熱いからね。ここがね割とね。クランプラーも結構そうなんで、刺繍とか多かったので。かもしれない。あとカメラバッグで結構有名で。そうかもしれない。人のマークで。そうあったよね。でもバックジャックの話したいけど。あれバックジャックドイツか。そうバックジャックドイツ。これいいですか一つ。どうぞ。バックルがほら左肩右肩スイッチできるでしょ。バックジャックだ確かに。スイッチできる。そうだ。そこのベイリーもそう。そうだ。ベイリーワークスだとここでね根元でショルダーがだから基本的にメッセンジャーバッグって左肩にできる。左肩だね。こうやってこっちにパッドがついてる。左肩だね。俺も左肩。左肩。そうだね。彼左利きなのにそこが左肩なんですね。本当。多分あれでメッセンジャーバッグ左肩なんだで慣れちゃった。それがね変えられないしね。なるほど強制された感じだ。人によってはね右肩掛けでしょ痛いから。アメリカのねニューヨークのメッセンジャーでこうやってやついるよ。そう左肩用のバッグのそれ話したらさいるけどさオケさんがそうだった。でそれをね器用にやるんだよね。こっち側にバッグがあるんだけど器用にこうねそれがかっこいいの。でもだからこれこのスイッチできる。いわゆるなんていうのそのユニバーサルデザインっていうのがやっぱドイツとかバックジャックが多分始めたのかな多分ね。でも確かそうだ。これもなんだっけなアイスクリームかスマートかなんかな。アイスクリーム自転車に乗ろうって。バイクバイブだったの覚えてます。
多分ねアイスクリームですよ。アイスクリームがあれでしょ、立花はじめさんとか上手やあ、そう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 。あ、俺それ持ってると思う。家にあるわ。そう俺もある。それでメッセンジャーバッグのブランドに紹介してて、それに書いてあった。ああ、そう確か。一時期フレームバッグとか作ってました。そんなことない。フレームバッグ。バッグじゃ最近いやいや、そう当時ぐらい、当時作ってたかも。自転車のフ自レーム転車のフレームバッグ作っだとしたら結構早いね。あれなんかでみんなもあるよ。ティンバッグかバッグジャックか。はい、あるっすよね。ある全然ある。確かある。でもでもそれを話し出すとメッセンジャーじゃなくてバイクバッグとかの話になってくるとさらに古い80年代から作ってるとこもあるのよ。マジだ。実は。じゃあそれ次回だな。それまた別の話になってくるからでやっぱねバックジャックはちょっとほら毛色が違うっていうか。で今だって結構アクロニウムとか結構そういうタクティカル系も強いから。バックデザインとバックジャックすげえ時々ごっちゃんなんだよな。わかるその超機能的なんだよね。機能的。ああ、わかる。そうだからそのアメリカって割とオールドスクールがみんな好きなんだけど、他の各国って結構その機能を追求。ヨーロッパ系とか特にドイツしてるんだよね。工業製品系、そのなんか背景的な部分でものづくりの背景がちょっと日本に似てたり。バックデザインもカナダだけど言ったらちょっと考え方ヨーロッパっぽい感じが。そうだね。ワンショルダーだけどこうツーショルダーにできる。エあクストラストラップがこうね、背負いがこうできる。クロなかったっけ。ームのバッグとかありましたね。そう補助のベルトが上に来るの。バックパックみたいな。そうあったっすよね。両肩でそれが多分パックデザイン。そう始まりだと思う。そうなんだ。そう。あとね。ない。出てくるぞ。あ、でもバガブがね。バガブが05もうちょっと先ポーランドその X ストラップってポーランドのことか。ワークホースのモデルでねあるんだけど。あった。いやだからこの独自進化この短期間でしてるっていうのはねすごく面白いバッグ。でも2000年代も行きましょうか。でレジスタンアンダーザウェザーさっき話したけどね。2002年いろいろこだわって行き着いたベルトがこのシートベルトをこう3枚2枚っていうのかな。いいんだよ別に収穫なんかも。でかすぎるもんな。意外と早かったです。